皆さんこんにちは。小松です。暑いですね。夏です。夏といえばホロライブサマー、じゃねえや、水着です。Twitter のタイムラインも水着で溢れて小松も水着キットが作りたい欲からこんなキットを出してきました。すく水綾波。かなり古いキットで、まだ寿屋とかのお店でガレージキットがたくさん並んでいた時の大人気キットですね。倉庫部屋の片隅でずっと眠っていたものです。きっちり完成させると濡れたシャツが透けてすく水が見えるというエッチなシチュが楽しめますよ。お前の腕次第だがなと。モデラーに語りかけるかのような両キットです。その挑発、乗ってやりますとも。強いて言うならすく水は第一世代ではなく競泳型の方が個人的には好み。改造しようか悩ましいところ。早速キットを開封して理系剤落としを進めますが、もうすでにレジンが経年劣化で黄ばんでしまってますね。8年くらい熟成させてしまったのでまあやむなし。でもワンチャン白くならんかなと思い漂白剤に漬け込んでみることに。どこかの漂白チャンネルで初代ファミコンもかなり白くなってたしこれは期待したい。1週間経過。変化なし。何の成果も上げられませんでした。サフレス塗装は諦めるしかないようです。理系剤落としに漬け込みます。この時はブレーキオイル落としを使っていましたが最近はセスキの激落ちくん粉末タイプを水に溶かしまくって使っています。エンジンオイル落とし、臭いし黄ばんでくるし扱いが厄介なんですよね。その点激落ちくんは水と重曹なので扱いが楽です。これも1週間程度放置したら取り出します。乾燥したらサンドブラストがけを行います。きっと表面に無数の見えない傷をつけて塗膜の接着力をアップさせます。クレンザーと歯ブラシでひたすらキットをする工程の代わりですね。これをやらないとマスキングの時に塗膜が剥がれるのでモデラーのメンタルが死にます。クレンザーが飛び散るので風呂でやるんですが、夏は汗だく、冬は凍えそう挙句の果てには風呂掃除もついでにやっといて、と言われて良いことが何もありません。そこで細かい砂をエアブラシの塗料の代わりに吹き付けて表面を荒らすサンドブラストの出番です。これを1パーツごとに塗装をするかのように吹き付ければ OK。ブラシがけを行うよりも楽で確実に表面を荒らすことができます。こんな感じでテカっていたパーツが、まんべんなく傷が入り艶消しになりました。下処理はできたので、パーティングラインをヤスリがけします。筆圧が高いためか、スポンジヤスリなどを使うとフラットな面ができてしまい後でそれを再び曲面にするのって結構大変なんです。こいつを使うと曲面に追従してくれるので、切削面が平面になることも少なく服のシワなどにも入り込んでヤスリがけができます。このヤスリの詳細は説明欄にリンクを貼っているのでよかったら見てね。キットはへそのモールドがなかったので追加します。やっぱへそはないとダメだよね。まあ実際はこんなにへそがくっきり見えたりしないんで、造形的にはない方が正解なんですが、小松のタイムラインに流れてくる神絵師様は、きっちりへそを描いてらっしゃるので多分それが正解です。ミニョン様とかマジでヤバいからな。どんだけ修行すればあんなエッチな絵が描けるんだか。表面処理ができたら、軸打ちを行います。キットによっては軸打ちの位置を入れてくれているキットもありますが、このキットは個人的に打ちたいところに軸打ちマークがないので、マスキングゾルを少し多めに盛り、後をつけて両方の位置を決めます。この後に合わせてドリルで穴開けをします。小松は最近 1mm のアルミ棒を格安で手に入れたので軸打ちもそこまで力がかからないところによく使っています。穴開けの際、軸を固定する側は 0.8mm の穴を開けておき、金槌で打ち込んで固定しています。瞬着で固定してもいいんですが、後々の作業の際に外れたりするので押し込んだ方が安定します。接着剤のみ、というのもありなんですがやはり固定が弱いです。昔はバンパーパテのみという固定方法をとっていましたが、
先端方向の力が弱く、展示会に搬入する際によく外れることから最近は初心に帰って軸打ちしてます。軸を打ったら差し込んで軸打ち完了です。接触面が広いところは軸を2本、腕などの細いところは軸1本打ち込んでます。古いキットですが、造形は素晴らしい。顔と髪の毛パーツは別作業をしていたので後ほど軸打ちしときます。これはこれでなんか良き。いや、サイコパスではないですからね。いきなりなんですが、髪の毛パーツをなくしました。この前髪と後ろ髪の間の部分ですね。忽然と姿を消してしまった。探し回ったんですが、見つからない。自作するしか手がないか。エポパテで自作します。よくパーツなくすんですがどこに行っちゃうんですかね。その度に模型部屋を掃除するんですが、全く見つからない。でも3年前くらいに作った作品でなくしたパーツとかが出てくるのはなぜだ。自作部分は前髪にくっつけてしまうので、顔側はエポパテがくっつかないようメンタム塗ります。熱いのでメンタムもほぼ液状化しちゃってますね。ここにエポパテをくっつけ、簡単に形を作ったら前髪を押し当てます。前髪側にはメンタムを塗っていないので硬化すると前髪側にくっつくってわけです。硬化前にゴム筆で少し形を修正してやります。エポパテはこれができるのでありがたい。エポパテが硬化したら取り外します。ちょいと外れにくいので隙間にアートナイフを差し込んで。外れました。ここからアートナイフや彫刻刀を使って髪の毛パーツを彫り込みます。エポパテはいつも軽量エポパテを使っているんですが他のやつってどうなんですかね。昔タミヤのエポパテが硬すぎてこれにして以来、ずっとこいつを愛用しています。髪の毛の V 溝は三角の彫刻刀が使いやすいです。特に最近購入した60度タイプがお気に入り。力の加減がしやすいので筋彫りの最初の彫り込みにも使っています。アートナイフの腹でカンナ掛け、ヤスリで表面処理を行ってある程度形ができました。これをヤスリ掛けしていって、形を作り込みました。組み立てるとこんな感じ。よし、不自然な感じにはなってないな。表面処理の作業ができたので、サフを拭く前にもう一手間。三角コーナービットを使い、接着剤を流し込む穴を開けておきます。さらに塗装時に竹串を差し込む穴をドリルで開けます。作業が完了したら、塗装前に削りカスや手の油を超音波洗浄機で落とします。筋彫り銅酸のやつがよく落ちるので愛用中。水を交換するのがちょっと面倒なんですけどね。十分乾燥させたら、竹串を刺して持ち手にします。腕などのパーツは、小さく竹串を刺すのが難しいので軸打ちのアルミ棒をクリップで保持します。サフを拭きます。サフ拭くと一気に表面処理が不十分だったり気泡処理が甘いところが出てくるのでなかなか怖い作業です。まあ、小松の表面処理が一発 OK になることはないので、だいたい2、3回はここからパテ持ってヤスリ掛け、サフ拭きを繰り返すことになるんですけどね。特にこのシャツパーツの表面がサフを拭いたらダメでしたね。今回は透け塗装を行うのでここの表面はきっちりと処理しないと目立ちます。少々わかりにくいですが、こんな感じでちょっと表面が荒れています。これは次回全部ヤスリ掛けだな。